皆さんこんばんは、サイラです。今回は Tales of Arise で放置でできる技とか術の使用回数稼ぎの方法を紹介します。序盤から使えるやり方になっています。このチャンネルは攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。技とか術の使用回数稼ぎって結構大変ですよね。シリーズ恒例で何度も同じ技を繰り返していると技を新しくひらめいたりとか威力が上がったりそういうことがあるので使用回数は何とか稼ぎたいと思うんですが、同じ技を繰り返し打って使用回数を増やすっていう感じで皆さんやられていると思います。今回のやり方を使うと放置で簡単に稼げるっていう感じになります。特別なものも不要で準備も非常に簡単です。外出してる時とか仕事をしてる時、学校行ってる時、こういう空き時間を使ってうまく使用回数稼ぎをするといいと思います。今画面に見えている通り、これ初期で覚えている技なんですが、使用回数が3425回。これ手でやったらとてつもなく時間かかると思うんですね。これを放置で稼いだ使用回数になります。こんな感じで放置している間に稼げるっていう感じになります。新しい技を覚えてまた同じことをやってもいいですし、ある程度まとめてやってもいい。そんな感じになるかなと思います。方法ですが、サンディネス渓谷っていうところにいるギガントのマンティスを使います。スタートしてすぐのところかなと思います。で、このマンティスはレベル43で普通に戦うともう一発即死っていう感じになりますね。なのでスタートしてすぐに戦って倒せる敵ではないです。本当にジャスト回避が 100% できる完璧なテクニックを持っていて、かつ持久力、もう数時間戦わないと絶対勝てませんので、そういう特別な方だったらもしかしたらスタートから勝てるかもしれないんですが、基本的には勝てない相手と思ってもらっていいと思います。レベルをしっかり上げて後半になって倒しに来る、そんなモンスターなのかなと思います。マンティスとは勝つために戦うわけではなくって、生かさず殺さずの長期戦にするためにマンティスを選んでいます。マンティスは動きがすごく単調で、ターゲットを取ったら操作キャラクターずっと追っかけてくるっていう習性があります。そのために逃げ回ればずっと追っかけてくるだけっていう感じになります。この習性を使ってひたすら逃げ回る、そんな感じになります。少し戦闘シーンを映していきます。このような感じで少しダメージを与えていきます。この時に敵の攻撃を食らってしまうと必ず即死してしまうので注意してください。これですね。今マンティスは操作キャラクターをずっと狙ってる感じです。逃げ続けると何も攻撃しないでひたすら後を追いかけてくるっていう感じになります。この状態で操作キャラクター以外、今攻撃出してると思うんですが、こういう感じで他のキャラクターに技を使わして、それで使用回数を稼ぐ。そんな感じになります。ある程度強くなってきて、マンティスに結構ダメージ入るようになってくると、マンティスどんどん体力減っていくんですね。ただ、体力が半分になって、その状態ですと、ブーストストライクを当てない限りは体力が半分のまんまで減っていきません。そのために自分がものすごく強くなって簡単にマンティス倒しちゃう。そんな状態であってもこの技は使えます。もちろん強くなってやった方が即死がなくなって安定感が増すのでその方がいいかなと思いますけど、即死であっても見ての通りずっと逃げ続ければ何も食らわないので全然最初からできるっていう感じになります。序盤ではそれほど気にする必要がないんですが、物語が進んでいっていろんな技とか術、こういうのを覚えていくと注意しなければいけない点が出てきます。オート戦闘してるキャラクターの使う技とか術、これがのけぞり判定があったりとか、そういう場合にターゲットが変わることがあります。今は操作キャラクターずっと追っかけていて他のキャラが攻撃してもターゲット切り替わることないんですが、物語が進んでいっていろんな技術を覚えていったりした時にそれを使うとターゲットが変わってしまうような時があります。こうなると放置ではできなくなります。なのでそこのバランスはよく考えていただいて、使う技使わない技っていうのをメニューの術儀の画面からこういう感じでオンにしたりオフにしたり、こういうことをやってください。どうしても持ってる技使うとターゲットが変わってしまうっていう場合はそのキャラクターの技を全部オフにするとかして
うまく調整してみてください。ターゲット変わらずにダメージ与え続けられる技って必ずあるので、それを吟味しながら回数を増やしていくっていう感じでやるといいと思います。どうするとターゲットが変わるのかっていうところはまだ分かっていないんですが、ダメージが大きいのか、のけぞり判定があるのか、何かしら条件はあると思います。なので放置をして1、2分見ていただいて、問題なければそのまま何時間放置してもいいんですが、そこだけ1回確認していただいた方がいいかなと思います。一番肝心な放置の仕方なんですが、移動を続けなければいけない関係で、L スティックの操作が必要になります。これ人間が操作していたら放置できないので、輪ゴムとかを使って L スティックを右下あたりに固定して置いておくっていう感じをやれば、ずっと逃げ続けることができて安定して放置ができると思います。今も実際に輪ゴムで固定して動かしているような感じですね。これで安定して死ぬこともなくひたすら技を使い続けるっていう感じができます。今回の技はマンティスの行動パターンがシンプルでハマりやすいっていうので採用してるんですが、もしかしたら他のボスとか他のギガント、こういうのでもできると思います。通常の敵ですと倒してしまって終わってしまうんですけど、体力ゲージが4分割されているようなボス、こういう場合だったらもしかしたら他でもいけるかもしれないです。ただマンティスは実質も倒せないと思うので、それ以外のギガントは結構簡単に倒せます。もちろんボスも倒さないとストーリーも進まないので、そういう意味でマンティスを残してこれで稼ぐ。それ以外のギガントとかはどんどん倒していく。そういう感じにするといいのかなと思います。あとはオートで使ってくれない技とか術。こういうのはもちろん使用回数増えないので、それは手動でやらないとダメですね。ここで言うと回復、逃げ続けてダメージ食らわないのでもちろん回復はしてくれません。で、回復したとしても CP が不足してすぐ回復できなくなるので、これは稼ぐのには向いていません。あとは空中攻撃ですね。地上攻撃の技を打って空中にジャンプしてそのまま空中攻撃出せる場合はもちろん使用回数稼げますが、マンティスも移動し続けるっていうことでなかなか空中攻撃につながりません。応答戦闘しているキャラクターが空中攻撃を出しません。そういうのもあってほぼ空中攻撃は回数は増えません。回数が稼げる技っていうのは結構限定されてしまうんですが、それ以外の技は簡単に稼げますので、ぜひ有効活用してみてください。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。